何の教えなんだよ。国際漫画がネタの元。ゴッホと違って普通の社会人なんですよ。そっからの急転直下の転落がすごいんだよ。ポール・ゴーガン、ゴーギャンって言っていいのかゴーガンって言っていいのかよく分かんないのよ。説教の後の幻影天使とヤコブの戦いっていう。何を見て皆さんはお祈りしているのかなって。お祈りしてますよね。はい、これもタイトルそのままなんですよ。説教の後の幻影っていうことでね。今日この人たちは教会に行ってきたんですよ。でそこで神父様のお話を聞いてきたんですよ。多分この天使とヤコブの戦いのお話をされたんですよ。でこの天使とヤコブの戦いっていうのは旧約聖書の創世記32章の23節から31節ですよ。この話よく分かんない話なんだよ。ヤコブがある時寝てると、夜突然なんか暴漢みたいなやつが現れて、いきなり襲いかかってくるんだよ。ヤコブはそれと戦うんだけど、ヤコブなかなか強くて相手も強くて、ずっとなかなか決着がつかないんで、もう朝になっちゃうよみたいな感じで、その暴漢が「お前もう強いのは分かった」って「もうやめにしよう」って言うんだけど、ヤコブは「いえ、あなたが私を祝福してくれるまでやめません」みたいなことを言って、じゃあ祝福しようとかって言って去ってくんだよ。であれは神だと。私は神のね顔を身近で見たのにね、まだ生きてるぞみたいな、そういう話なんだよ。これ何の教えなんだよみたいな、すごくいろいろ解釈が分かれる話なんですよ。で神って言ったって神そのものがあれするわけじゃなくて、神の使う天使だよね。結局それは天使とヤコブは戦ったんだろうということなんですよ。その話を聞いて教会から出てきた時に、みんなそのお話に感激して、こう目の前にこう天使とヤコブの戦いがまだまだと浮かんだわけですよ。これは幻影なわけですよ。この人たちが見ている幻なわけですよ。ちなみにですね、この天使とヤコブの戦い、この構図、これはね国際漫画がネタの元と言われてますよ。ゴーガンもねゴッホと同じで浮世絵たくさん集めてた人だから、当然当時もパリで国際漫画すごく評価されて、いろんなところに引用されてたからって言われてるんですけど、この作品ゴーガンにとって非常に大事な作品なのね。ゴーガンの芸術の革新をなす2つの主義を確立した作品と言われてるんですよ。一つは総合主義、シンセティスム、総合する、融合する。何を融合するんだよっていうと、それは見える現実を描く印象主義と見えない幻想を描く象徴主義、これを融合するんだと。だからモネとかルノアールとかのこう見える自然を描いていく印象主義と、モローみたいな目に見えない幻想を描いていく象徴主義を融合して総合主義にしていこう。これはここは現実ですよと。でここは幻想ですよと。現実の光景と幻想の光景をもう同じ画面に描いていこうよっていう、そういう総合主義っていうのをやろうとした作品なんです。それが一つね。でもう一つはクロワソニズムって呼ばれる、これは技法上の問題なのね。クロワソニズムっていうのはこう輪郭の中をベタな原色で埋めていくっていうこの描き方、これクロワソニズムっていうんだけれども、この2つを確立した作品というふうに言われてるんです。だからゴーガンの芸術を語る上で非常に大きな作品なんですよこれ。これをじゃあゴーガンどこで描いたかっていう話なんですけどね、この女の人の様子を見て何か気になる点はないですか。女の人たちの服、これはブルターニュ地方の民族衣装なんですよ。でブルターニュ地方ってブリテン人の土地だからブルターニュっていうんだよ。でブリテン人って何かというと要するにケルト人なんだよ。だからケルトの文化がすごく色濃く残ってる地域なんだよブルターニュって。で独特の民族衣装があったりするんだよ。このブルターニュの村のポンタバンっていうところがあるんだよ。このポンタバンっていう村がですね、当時その独特のこの文化があるわけじゃない。あと田舎だから物価がめちゃめちゃ安かったんだよ。だから若いアーティストたちが集まってきてたわけですよ。そこで描かれた絵なんですね。ゴーガンっていうとアルルとタヒチが有名なんだけれども、実はゴーガンの芸術が確立したのは
その前のポンタバンなんだよ。ゴーガン自身は1848年にパリで生まれたんですよ。2月革命の年に生まれてるんですよ。ゴーガンのお父さんは共和派の要するにバリバリの左翼系の新聞のナショナールっていうのがあったんだけど、それの記者だったの。でお母さんは有名な女性社会主義者のフローラ・トリスタンっていう人がいるんだけど、その人の娘なんだよ。だからもうバリバリのその左翼系の両親のもとに2月革命の年に生まれてるんだよ。の労働者革命でほらそれでミレーの絵とかがさ、持ち上げられたり、クールベのオルランの食休みが2頭取ったりとか、そういうのがあったけど、すぐに反動が起きるだろう。後のナポレオン3世がすぐに巻き返しを図ってくるわけだよ。それでそのリベラル派の弾圧を始めるわけだよ。バリバリのその左翼夫婦だったゴーガン親夫妻は危ないっつうんでペルーに逃げるんだよ。だけどその逃げる途中でお父さんは船の中で病気にかかって亡くなっちゃうんだよ。でゴーガンは結局7歳までペルーの首都のリマで育つのね。でなんでペルーに行ったかっていうと、そのお母さんの側のトリスタン家、これ正確にはねトリスタン・モスコーソ家って言って、これはペルーといえば昔はインカ帝国があった。これインカ帝国の皇帝の血筋に連なる家、名門なんだよ。ゴーガンにとっての大叔父さんになるのかな。その人がペルーの副王っていう、要するにスペインを治めてる人だったんだよ。だからリマに逃げたって言っても逃げた先ではものすごいいい暮らししてるんだよね。でそこで7歳まで育ってフランスに帰ってきて、で寄宿学校行ったり海軍兵学校の予備校みたいなところに行って、で海軍兵学校受けるんだけど落ちるんだよ。で見習い船員としてしばらく船に乗って、でその時に世界一周してるんだよね。もう18歳の頃に。で戻ってきて将校としてはなくて兵隊として海軍に入って、で普通に海軍の軍人として不仏戦争もやって、でそれから除隊して、それで証券会社に勤めて株式仲買人をやるんですよ。25歳の時に結婚して、奥さんデンマーク人なんだけど、で子供も4男1女に恵まれ、もう普通のちゃんとした人ですよ。ゴッホと違って普通の社会人なんですよ。普通に絵がうまかったんですよ。で証券会社に勤めながら絵が好きだからっつって、日用画家で絵を描いてた。25歳の時にもう素人画家なのにサロンに入選したりしてるんですよ。でそれを風景画で入選したって、それどの風景画か分かんないんだけど、同じ1873年に素人画家のゴーゲンが描いた風景画、例えばこれなんだよ。で印象派展にも79年の第4回から86年の第8回まで毎回出品してるんだよね。こうちょっと印象派のタッチやなんかも取り入れたりなんかして、あと彫刻なんかもできたりして、非常に器用で上手な人だった。81年には画商のデュラン・デュエル、印象派展をバックアップしてたゴーガンの作品3点買ってくれたりして、絵でも稼げるようになってるんだよね。だからもう順風満帆の普通のパリのブルジョワですよ。当時住んでたゴーガンの家がこんな感じで、パリの一等地のアパルトマン借りて奥さんピアノ弾いたりなんかして、もう普通のブルジョワライフをエンジョイしてたわけですよ。ところが1882年にフランスで金融恐慌が起きるんだよ。で株が大暴落するの。証券会社結構苦しくなる。一方で絵売れ始めてたじゃん。でもう株やめて絵一本でいくべ。これが大間違いや。このゴーガンって計算ができるんだかできないんだか分かんないところがあるんだよね。そんな株の仲買人とかやったりさ、そういうちゃんとそういうこういう暮らしもしてたりでさ、株が暴落したら絵も売れねえぞってことがどうして分からないんだっていう。案の定あっという間に食い詰めちゃうんですよ。そっからの急転直下の転落がすごいんだよ。そんなに早く金なくなるってぐらいあっという間に金なくなっちゃって、で奥さんと子供はデンマークの奥さんの実家にも預けちゃって、で自分は最初は息子連れてたんだけど、そのうち息子も実家へ帰しちゃって一人でパリでね暮らすんだけど、もうたちまち食い詰めてポスター貼りのバイトとかやって、
いやポスター貼り以外にもうちょっとまともな仕事あったんじゃないのとかも思うんだけど、もういきなりどん底に落ちちゃったわけだよ。ゴッホと違ってちゃんとやれてる時はものすごいちゃんとしてるんだよ。だけどなんかダメになる時のそのガクンって生き方がやばくて、こういう人の方が怖いよね。これゴーギャンの面白いところなんだよね。それで1886年の、最後の印象派展に出品した後、もう完全に食えなくなって、それでポンタバンに行くわけ。物価が安いからっていうんで。でポンタバンに行くと若いアーティストがいっぱいいるわけだよ。アーティストが集う宿がグロアネックの宿っていう、こんな風にわさわさアーティストがパリから来て、民族衣装着た女の人ちらほらいるでしょ。でここに転がり込んでいく若いアーティストの中にはさ、家金持ちなやつだとかもいるから、ゴーギャンちょっと年上だし、印象派展とかにも出してるし、サロンに入選したこともあるしっていうんで、もう若いやつにたかって歩く毎日ですよ。でそんな中一番カモにされたのが20歳ぐらい年下のエミール・ベルナールっていう画家だったんだよね。でエミール・ベルナールとゴーギャン非常に仲良くなるんだけど、ゴーギャンのね狙いはね、ベルナールの妹だったんじゃないかとも言われてるんだよね。妹マドレーヌ・ベルナールっていう16歳ぐらいのあれだけど、もうゴーギャンお構いなしだから、もう年の差とかとにかくこのベルナールと仲良くなってですね、このベルナールと一緒にさっきのクロワゾニズムみたいな手法を開拓していくわけですよ。87年にパナマ運河のところに行くとね、ちょっと人儲けできるっていう話をどっかから聞きつけてきて、で若い画家のラバルっていうのを誘ってパナマに行くんだよ。で結局一文なしで帰ってくることになるんだけど、その時にね描いたのがこれ「マンゴーの木」っていう作品があるんだよね。後のタヒチを予言してんだよ。で一回そのパリに帰った時に87年にゴッホと知り合うんだよね。エミール・ベルナールもパリでゴッホと知り合って、で3人仲良くなるわけですよ。でそしたらその次の年の88年にゴッホがアルルに行っちゃって、黄色い家借りたからみんな来いよって言って、どこに誘いを出してたかって言ったらポンタバンにいるベルナールやゴーギャンに盛んに手紙を書いてたわけさ。ほいでゴッホの時にもあったけど、どこで覚えたんだか知らないけど、日本の画家はお互いに絵を送り合うみたいなことを言い出して、わしらも自画像を送り合おうやないかって言って、でゴッホがそのポンタバンの2人に送ったのがこの坊主としての自画像だったわけだよね。でこれに対してゴーギャンがそれにあって「レ・ミゼラブル」としての自画像っていうのを送ってきたわけだよ。これはレ・ミゼラブルのジャンバルジャンぐらいね、俺は金ねえぞってここに一緒にいたこれがエミール・ベルナールなの。でゴッホは「ベルナールにも送れ」って言うから、ベルナールもこれはエミール・ベルナールのゴーギャンが書いてある。僕は確か「親愛なる仲間バンさんに」っていうね、ゴッホにっていうあれが書いてある。これをアルルの、ゴッホに送って「お前らアルルに来いよ」って言ってガンガン誘うわけですよ。ところがゴーギャンもこの年にポンタバンで大爆発してるわけですよ。例えばさっきのこの説教の後の幻影なんかもこの年に書いてるわけ。その若いアーティストの間でゴーギャンリスペクトが始まってるわけだよ。もうゴーギャンはそれをいいことにそいつらにたかるんだよ。そんなゴーギャンをリスペクトしてた一人がこのポール・セルジエっていう人だったわね。国立美術学校に通ってたんだけど、これがこのセルジエがポンタバンでゴーギャンの指導のもとに描いた絵なんだよ。これどうも川沿いの道を歩く人を描いてるんですよ。でこれを見た時にね、セルジエが描いてるのでゴーギャンがね「君はそこは何色に見える?」って「ちょっと赤っぽく見えますかね?」って「じゃあ赤に塗れ」と、自分が見たままというよりも思ったままに塗れっていう、好きな色を塗れみたいな適当なこと言うんだよ。それとこの人はなんかそれでピピーンと啓示を受けちゃったんだよ。これだって言って、すごいちっちゃいなんだけど、これこそね僕らがこれから進む芸術を示している作品だって言って、これもともとはなんかそのポンタバンの恋人たちの道みたいなそんな題のあれだったんだけど、これにタリスマンっていう名前を付けるわけで、タリスマンってお守りっていう意味なんだよ。これを俺たちのお守りだと。でこれをパリに持って帰って美術学校の仲間たちに見せて「おおこれはすごい、これこそ俺たちが目指す方向性だ」って言って結成されたのがナビ派なんだよ。だからナビってそのユダヤの師じゃない、教えを説いてくれる。じゃあそのナビ誰かって言ったらゴーガンなんだよ。ゴーガンリスペクトで集まったやつらがナビ派を結成していくんだよね。
例えばさっきのこの説教の後の幻影なんかもこの年に書いてるわけ。この年にベルナールとゴーギャンはもうポンタバンでそのクロワゾニズムと総合主義に開眼してね、ガンガンやってるわけじゃん。で今更アルル行ってもやることないよって。でゴーギャンはしかもさ世界一周とかしてる人だから、ゴッホはさ何を思ってかアルルが日本だって言ってるけどさ、そんなはずねえぞってこともさ知ってるわけだ。全く行く理由がなかったんだけどお金もなかったんだよ。それで結局ゴッホの弟テオが顎足全部持ちますし、向こうで描いた作品全部買い取りますからって言ってしょうがなく行くわけだよね。だけどあの感じでわずか2ヶ月で耳切り事件が起きて、でゴーギャンはまたポンタバンに帰ってくるんだよ。参ったよゴッホって言って「でしょ」っていいやつなんだけど一緒に住むのは無理っしょみたいなことを言いながら。でただもうゴーギャンもうどんどん金はなくなっていくからさ、ポンタバンよりさらに物価が安いル・ブールジュとかいうところに今度移ってくんだよね。でそこのマリー・アンリーの宿っていうところを拠点にするんだけど、でもそこでも絶好調なんですよ。ゴーギャンのその初期の代表こう黄色いキリストとかね、これ見ると必ずほらブルターニュの女の人が出たりするからわかんない。こういう傑作を連発していくんですよ。この降臨のある自画像っていうのもこれもそのル・プールで描いたんだけど、これもともとどういう絵だったかっていうと宿代代わりにですね描いた絵なんですよ。でこのマリー・アンリーの宿って今もあって観光名所になってるんだけど、そこの食堂がこういう感じなのよ。これ今そのレプリカがはまってる。でこうやって食えないアーティストたちが宿代代わりにこういうの描いて暮らしていたんだよね。で調子に乗ってですね1889年パリ万博が開かれたんですけども、そのパリ万博に出品しようとしたんだけど断られて、それでそうだいいアイデアがあるって、パリ万博の中にカフェができるじゃん会場に。カフェでね展覧会やったらいいんじゃないかってそのカフェで印象&総合主義者展っていうのを開くんだよ。でこれ大失敗に、特にドガとかに万博に裏口参加しやがったとかって言われたりで大失敗するんだよ。この人はさ調子いい時からさいきなりどん底に落ちるっていう特徴があるんだけど、印象&総合主義者展が失敗したあたりからさいろいろ歯車が噛み合わなくなってきて、まずこのポンタバン時代一番の舎弟だったエミール・ベルナールと喧嘩するんだよ。その理由がクロワゾニズムをどっちが先にやったかなんだよ。これはまあ多分っていうか、ほぼ間違いなくベルナールが先なんだよ。むしろゴーギャンがパクってるんだよ。だけどこれを主義として確立したのは俺だとかって言って、でもうベルナールも嫌になっちゃうんだよね。であとゴーギャンにはもう一人素人画家時代からの仲間のシュフネッケルっていうのがいるんだよ。この人もいろいろ面倒くさい人なんだけど、ゴッホの作品をさ勝手に手に加えちゃう人だよ。もともとはゴーギャンの証券会社時代からの友達なんだよ。そこに最終的に転がり込んでたんだけど、そのシュフネッケルとも喧嘩して追い出されちゃって、もういよいよどん詰まりになっちゃって、それでこれはもうあかんって言ってタヒチにでも行くかってなるわけですよ。それでまたその次のフェーズが始まるっていうことなんですけどもね。だからゴーギャンのこのアート技法的な基礎が確立したのはやっぱりポンタバンなんだよ。ゴッホにとってはあるだけれども、ゴーギャンはやっぱりポンタバンで、ここではクロワゾニズムを先に開拓してたベルナールもいれば、後にナビ派となる若いアーティストやなんかもみんなこの場所でゴーギャンと知り合うことで次の運動につながったって非常に大事な場所なんだよね、フランスのアートにとって。まさにそこで描かれたゴーギャンのアートを確立する作品になったと言われるのがこの説教の後の幻影。何を見てるかといえば天使とヤコブの戦いの幻影。